どうも、日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストではナチュラル日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい。今日は僕ができることとできないことについて質問に答えながら話していきます。まず最初の質問です。自転車に乗れますか？もちろん乗れます。日本人だったら大体ほとんどみんな自転車に乗れると思います。僕の場合は多分小学校1年生ぐらいの時、6歳ぐらいの時に自転車に乗れるようになりました。お父さんと公園に行って、で、自転車に乗る練習を手伝ってもらいました。多分僕の友達もほとんどみんなそのぐらいの時、6歳ぐらいの時に自転車を練習して乗れるようになったと思います。で、日本ではよく、自分の家から駅まで自転車に行くのが一般的なので、毎日のように自転車に乗る人もいると思います。どうですか？皆さんは自転車乗れますか？次の質問です。車を運転できますか？これももちろん、はい、運転できます。僕は高校を卒業する頃ですね、18歳ぐらいの時に車の学校に行って、で、勉強と練習をして、で、運転免許を取りました。結構僕の周りでは18歳ぐらいで免許を取る人が多かったです。で、その後、大学生の時はあんまり車を運転しなかったんですけど、仕事でたくさん運転しなきゃいけなかったので、また社会人になってからたくさん車を運転するようになりました。でも、最近はあんまり車を運転しません。もちろん時々ね、レンタカーを借りて運転することもありますけど、僕は正直運転するのがあんまり好きじゃないので、別に下手じゃないんですけど、あんまり運転するのが好きじゃないので、そうですね、大抵自転車に乗ったり、電車に乗ったりする方が好きですね。次の質問です。泳げますか？これもはい、泳げます。でも、上手には泳げません。なので、泳げますけど、めちゃめちゃ遅いです、僕。早くは泳げません。子供の時、学校で水泳のクラス、水泳の授業があったので、泳ぐ練習はしたんですけど、でもあんまり上手にならなかったです。なのでもちろん今も泳げます。でも、あんまり泳ぐのは好きじゃないし、上手でもないです。海とか行くのは好きなんですけど、そうですね。泳ぐより、ビーチでゆっくりする方が僕は好きですね。どうですか？皆さん泳げますか？上手に泳げますか？次の質問です。左手で字を書けますか？これは面白い質問ですね。多分書けると思いますけど、やったことないかもしれませんね。すごい難しいと思います。綺麗には書けないと思います。でも、子供の時実は僕練習したことがあって、左手で箸は使えます。これすごい難しいんですけど、左手で食べることによって食べるスピードがちょっと遅くなるので、ちょっと体にいいって僕聞いたことがあります。それから普段左手でご飯食べませんよね。なので左手で食べることでいつもよりちょっと考えるので脳にもいい、頭にもちょっといいって聞いたことがあります。最近は左手で箸を全然使いませんけど、ちょっと久しぶりに左手でご飯食べてみようかなと思います。どうですか皆さん？多分ね、スプーンとかね、フォークだったら左手でも全然使えると思うんですけど、左手で箸を使うのは難しいと思うので、ぜひ皆さんもちょっとチャレンジしてみてください。次の質問です。
料理できますか？もちろんできますけど、簡単な料理だけですね。難しい凝った料理はできないと思います。僕がよく作るのは本当に簡単なもので、例えばお味噌汁とか、そうですね、あとは例えば鍋料理とか、最近は麻婆豆腐とか作りました。なので日本の料理とか、時々中華料理、麻婆豆腐とかチャーハンとか作ったり、あとはパスタとかもよく作ったりします。なので、めちゃめちゃ上手っていうわけじゃないですけど、そこそこ料理できます。どうですか？皆さんは料理できますか？どんなものを料理できますか？ぜひ教えてください。次の質問です。辛い食べ物を食べられますか？うん、食べられます。はい。結構ね、日本人はもしかしたら他のアジアの国と比べて辛い料理が苦手な人が多いかもしれません。でも僕は辛い料理好きです。なので、さっきもちょっと言いましたけど、麻婆豆腐とか大好きです。あとは、よくキムチも食べます。韓国の料理も僕大好きです。でも、めちゃめちゃ辛い料理は食べられないです。ちょっと辛い、ピリ辛の料理は食べれますし、大好きなんですけど、激辛の料理、すごい辛い料理は食べられません。僕は前、大学生ぐらいの時に韓国に旅行で行ったことあるんですけど、韓国の辛い料理はちょっと辛すぎました。辛すぎてちょっとあんまり食べられませんでした。なので、ちょっとだけ辛いピリ辛料理の方が好きです。すごく辛い料理は食べられないです。でも、時々辛い料理食べたくなるんですよね。次の質問です。歌を上手に歌えますか？いい質問ですね。歌えません。もちろんね、ちょっとは歌えます。でも、歌がめちゃめちゃ苦手なので、上手には歌えませんね。なので、日本人ってよくカラオケ行きますよね。僕は歌が上手に歌えないので、歌が苦手なので、カラオケがあんまり好きじゃないんですね。人前で歌うのがすごく苦手です。人前で全然歌えません。でも、家で一人でいるときは時々歌ったりします。結構僕家で一人でいるときにアニメを見たりするんですけど、結構アニメのオープニングとかを歌いながら見たりとか、料理しながらアニメを見たりもしますけど、その時も歌いながらアニメを見ながら料理したりします。なので上手には歌えません。でも、一人の時に歌うのは大好きです。次の質問。どこでも寝られますか？いい質問ですね。そうですね、寝られません。僕は自分の家のベッドの上じゃないとなかなか寝られません。結構電車の中で寝られる人とか、ソファーで寝られる人とか、どこでも寝られる人って時々いますよね。でも僕はそういうところだとあんまり落ち着かないので、あんまり寝られませんね。もちろんね、すごく疲れてたり酔っ払ってたりしたら寝られるかもしれませんけど、そうですね、僕はちょっとうるさかったりするだけで気が散っちゃうので、あんまり寝られないですね。家でも時々ちょっと夜中起きちゃったりするので、すごい音とかに敏感なんだと思います。敏感すぎてあんまり家の外では寝られないんだと思います。でも、お風呂に入ってる時、これは時々寝ちゃう時もあります。なので、家のベッドの上がお風呂だったら寝られると思います。で、次の質問ですね。絵を描けますか？絵は、そうですね、ドラえもんの絵なら描けます。ドラえもんの絵って結構描くの簡単なんですよ。なので、小さい頃たくさん紙にドラえもんの絵を描いてました。なので、今でもドラえもんの絵なら描けます。それから多分あれは小学校の時か中学生ぐらいの時なんですけど、結構ナルトとかが流行ってたので、サスケの絵とかナルトの絵は、よく描いてました。でももう
それ以降は書いてないので、今はもう書けないと思います。今はそういうナルトの絵とかサスケの絵は描き方を忘れちゃったと思います。昔の方が絵を描いたんですけど、今は全然絵を描かなくなってしまいました。どうですか皆さん、絵描けますか？上手に描けますか？いろんな質問にね、今日は答えてみたんですけど、他にも皆さん答えてほしい質問があったら、ぜひ聞いてください。ということで今日は僕のできることとできないことについて話してみました。皆さんは何かできないことがありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。